こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年3月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと3月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。パウパトロールワールド3月7日からゲームパスに対応します。パウパトの世界をオープンワールドとして楽しめる 3D アクションゲーム。アニメ感覚で楽しく遊ぶことができる今作の任務は全てストーリー仕立てになっていて、差し込みのアニメ映像も収録し、実際のアニメに登場した任務も楽しむことができます。さらに豊富なサイドクエストやアクティビティがあり、長く楽しむこともできるとのことです。そして丁寧なチュートリアルを搭載し、小さなお子様でも楽しめるようになっている他にも、最大2人のローカルプレイで遊ぶことが可能で、兄弟やお父さんお母さんなどのご家族や友達同士で楽しく出動することもできます。ストア表記によると、日本語字幕だけでなく日本語音声にも対応しています。スポンジボブスクエアパンツバトルフォービキニボトムディハイドレット3月12日からゲームパスに対応します。アニメスポンジボブを題材にした 3D アクションゲーム。本作は2003年に PS2 や初代 Xbox などで発売されたタイトルのリメイク版となっていて、おなじみのキャラクターたちを操作し、懐かしくも新しいアクションを楽しむことができます。また、ローカル、オンラインともに2人協力プレイに対応し、フレンドと一緒に遊ぶことが可能で、日本語字幕だけでなく日本語音声にも対応しているとのことです。コントロールアルティメットエディション3月13日からゲームパスに対応します。アランウェイクシリーズやクォントムブレイクなどを手掛けたレメディエンターテインメントから2019年に発売された三人称視点のアクションゲームです。銃で撃って敵を倒していく基本的な TPS の要素に、オブジェクトを持ち上げて盾にしたり敵に投げつけたり、また空中浮遊ができたりといった超能力の要素を取り入れていて、様々な能力を組み合わせて戦況を攻略していく楽しさがあります。私2周クリア済みですが、ストーリーは複雑でした。ただ世界観や BGM などは非常にセンスが良く、視覚的に見せられるゲームだったと感じています。なお今作にはアルティメットエディション特典の追加 DLC2 種が同梱され、ゲームパスで遊ぶことができます。ノーモアヒーローズ3 3月14日からゲームパスに対応します。 Xbox では360で発売された1作目以来12年ぶりのリリースとなった国産アクションゲームです。今作はぶっ飛んだセンスで作られた最高のエンターテインメントで、終始様々なアニメや漫画、ゲーム、映画のパロディネタが満載となっていて、時にはあの某のポプテピピックかと感じられるようなシーンもあり、とにかく徹底してふざけて作られたバカゲーです。ふざけていますが、アクションの手触りやゲーム性はしっかり作られていて、ゲームで思いっきりふざけて思いっきり笑いたいって方にはぴったりなゲームだと思います。遠い宇宙から地球を侵略しに来た凶悪な王子様とその10人の配下たちを相手に1人ずつ倒していくストーリーはまさに少年漫画の王道ですが、王子の非道っぷりから始まり、あまりにも個性が強すぎる配下たちとの戦闘は毎回ユーモアに溢れていて、時には某有名 RPG のようなターン制コマンドバトルを、時には某有名大乱闘ゲームのような戦闘を、時にはエイサーイハラマスコーイな某のような演出を、時にはホラーゲームのような演出をとにかく凝りすぎるほどに凝っていて、このゲームの開発めっちゃ楽しかったんだろうなと遊びながら感じられるような作品です。ゲームはオープンワールドで作られているものの、世界は狭くイベントも少なめ、かつ基本は同じことの繰り返しですが、それを補うほどの強烈なインパクトしかないストーリーは必見ですよ。私のプレイではクリアまで9時間とコンパクトめなボリュームではありましたが、ぎゅっと濃縮された濃い体験を得ることができました。未プレイの方は他のゲームにはない独特なセンスをぜひ体験してみてはいかがでしょうか。なお、ノーモアヒーローズ1は Xbox 360版が発売されていますが、広報互換には未対応。2は Xbox では未発売であるため、現行機では今作3のみが遊ぶことが可能となっています。
MLB The Show 24 3月19日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。プレイステーションスタジオのファーストタイトルとなる野球ゲームです。誰もがメジャーリーグ体験をすることができる今作では、MLB を代表する選手やチームを選んで、ライバルたちと白熱した試合を繰り広げることができます。そして、ストーリーラインモードでは、過去にタイムスリップし、知られざる選手たちの活躍や名場面を追体験することが可能となっていて、没入感のあるゲームプレイと視覚的なストーリーテリングを組み合わせることで、各選手のキャリアを象徴する瞬間が忠実に再現されているとのことです。また、クロスプレイとクロスプログレッションに対応し、多機種のプレイヤーと遊ぶことも可能です。今作は過去のシリーズと同様に Xbox および PS や Switch など全ての機種で日本語には未対応となっています。ライトイヤーフロンティア3月19日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。銀河の果てにある惑星を舞台にしたオープンワールドのほのぼの系農業アドベンチャーゲームです。今作は農業シミュレーションのジャンルにメカの要素を組み合わせているユニークなタイトルとなっています。エイリアンの惑星に降り立ったプレイヤーとして何もないところからスタートし、木を伐採して木材を、岩を突き刺して石を、そして収穫物を工作して豊富な資源を手に入れ、自分だけの拠点を建設していきます。メカにはチェーンソーやマシンガンなどを搭載していますが、それらは戦闘用ではなく、種を地面に打ち込んだり、作物に水をやったり、環境をきれいにしたりといった作業に使用することができるようにと作られています。また、メカを操縦して広大なフロンティアを探検することも可能で、未知の大地を冒険して、あらゆる場所で新たな謎や秘密を発見していく楽しさもあり、開発メーカーからはタイタンフォールやアーマードコアなどでメカを操縦してきたベテランプレイヤーも、または未経験の方でもメカを安心して操縦できるように何年にもわたって開発し、膨大な試行錯誤を行ったと明かされています。さらに今作は最大3人のオンライン協力プレイに対応していて、フレンドと一緒に遠く離れた惑星で作物の栽培や家の建築、未開の荒野の探検を楽しむことができます。日本語にも対応していますよ。ここからは3月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ハードスペースシップブレイカー、追加から1年半で外れます。近未来を舞台に多額の借金を背負った主人公が宇宙船解体家として解体作業を行い収入を得ていくという一人用のゲームです。日本語には未対応となっています。ジュレッターズ、追加から2年間で外れます。オープンワールドの雪山を舞台にストーリーやミッションを進めたり自由に滑ったりすることができるスノーボードゲームです。今作は実在のプロスノーボーダーや映画などから影響を受けて制作されていて、爽快な操作性で楽しむことができます。様々なミッションをクリアすることで知名度を上げ、ゆくゆくは大会の優勝を目指していくという内容となっていて、最大16人のオンラインプレイにも対応しています。二の国、白き聖杯の女王、リマスタード、追加から1年半で外れます。2022年の東京ゲームショー Xbox ストリームでサプライズ配信されたタイトルでした。レベル5が開発を手掛け、スタジオジブリが協力、さらに久石譲さんが音楽を担当しているなど、豪華スタッフによって制作されたファンタジー RPG のリマスター版です。ジブリの世界観を限りなく再現したようなビジュアルと個性的なキャラクターたちとで描かれる今作では、ある事故で最愛の母を亡くしてしまった少年オリバーとして、この世界とは別に存在するもう一つの世界である二の国を冒険していく壮大な物語を楽しむことができます。ということで、今回は2024年3月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、
3月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。武士のようだ。